この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。今日はここ半年ぐらいで購入した工具や電子計測器類を一気に紹介します。それではどうぞ。まず購入したのがハンダシュッタローです。その名前の通りハンダをシュッと吸い取ってくれます。スルーホールのプリント基板だと穴の中にハンダが残ったままになります。これはハンダ吸い取り線でもかなり吸い取りにくいものです。こういった場面でハンダシュッタローが活躍します。かなりハンダを吸い取ってくれます。電動ハンダ吸い取り機は高級なので、こちらのハンダシュッタロー結構おすすめです。ちなみに片面プリント基板のランドに長時間当てすぎるとランドも一緒にシュッと剥がれてしまいます。そこだけ取り扱い注意ですね。概要欄にリンク貼っておきます。次は松貞プレシジョンという日本の電源メーカーの直流電源を購入しました。現在一見が所有しているのは 100V 以下の電圧しか出せない低電圧の電源です。ですから今回は 650V という比較的高い電圧を出せる直流電源を購入しました。電流は 1.6A、電力は 360W です。使い方的にパルス的に電流を流したいので、この程度の電力定格があれば OK です。発注してから納期まで少し時間がかかるようで、今この場にはありません。購入価格は松貞プレシジョンの方で公表はしていないのですが、他社の同じクラスの直流電源と同じくらいの価格です。10万円台後半でした。見積もり時に会社のウェブページとして一件の YouTube チャンネルを出したら、松貞プレシジョンの社員も結構見ているみたいなことを言われました。この電源と合わせて一緒に使う絶縁手袋も購入しました。これまで使っていた 10V とか 30V の電圧と比べると 650V は非常に高い電圧です。うっかり触るとあのようにいってしまいます。この手袋、電圧的には直流 750V までいけるようです。電圧が出ている状態、電圧が出ているのかわからない状態、電源を切った直後などはそこそこ危ないので、こういった保護具を使います。労働安全衛生法でもこういった保護具をしっかりとつけとけみたいなことは書いてあります。次はプリント基板です。電子工作ブランドを着々と準備していますが、そのためのプリント基板の製造業者選びをしています。プリント基板の品質を確認するために JLC-PCB と PCB-Way を選んでみました。プリント基板のパターンやトレースの品質など、プリント基板自体の品質はどちらもほぼほぼ同じレベルです。もうちょっと細かく見てみると、白い文字の細かさは JLC-PCB の方が解像度は高いです。こういった基板外形のカットなんかは PCB-Way の方が丁寧にできています。今回試作したプリント基板、アルティウムで設計しました。アルティウムの何がいいかというと、アルティウム365でクラウド上で設計データを全て同期できます。プリント基板複数人で設計する場合、チーム内での共有とチーム間での共有が非常に煩雑になります。そういった課題も解決してくれます。設計以外の無駄な工程に時間を割くのはもうこれで終わりにしましょうということです。次に購入したのは松下通信工業製のアナログオシロスコープです。最近はデジタルオシロスコープが主流ですが、こちらのアナログオシロスコープをあえて購入してみました。ちなみに新品では売っていませんので、中古で買うことになります。こちらのオシロスコープ、多分50から60年くらい前の製品です。それでも問題なく動作しています。さすが日本製といったところです。液晶なんてものは使っていなくて、ブラウン管を使っています。奥行きもこんなに長いです。中身は開けていませんが、多分トランジスタではなくて真空管で動いています。今回他にも日立と東芝のアナログオシロスコープも購入しました。それについては今後の動画で修理であったりレビューしていきたいと思います。次は小型の部品テスターを Amazon で購入しました。多分アリエクスプレスだと半分くらいの価格で買えるやつかと思います。これまでいろいろ部品使ってきましたが、実はこういった部品テスター一つも持っていませんでした。こういったもの一つあると便利かと思います。トランジスタの足の判定で非常に役立ちます。トランジスタ同じ型番でも作っているメーカーによって足の配置が ECB だったり EBC だったりいろいろ違いがあります。ですがこの部品テスターがあるとそれが一発でわかるので、購入した後結構重宝してます。部品のデータシートを見ないで足の配置がわかるというのは非常に便利です。いちいちネットで検索しなくても OK です。買ってよかったものランキングの上位に入ります。価格も安いのでまだ持っていない人一つぐらいあってもいいかと思います。次は分解用に購入した非容器電気製の高性能なデジタルマルチメーターです。テスターですね。日本製です。分解するために買ったんですけども、この安物のテスターとあとは高級品のテスター何が違うのか、これですね、ゆくゆく動画にしたいと思います。分解します。テスターの表示ですが、安いものと比べると一呼吸早いかなっていうぐらいですね。ほんとちょっとだけ早いです。
テスターなので基本的にどれも使い方は変わりません。電圧を測りたいところにこの先っぽを押し当てるだけです。このテスターさすが高級品だなと思うところは、この穴4つありますが、このダイヤルを回していくと他の穴に刺さらなくなります。電圧を測りたいときは電圧の穴が開きますし、電流を測りたいときは電圧の穴が閉じて電流の穴が開くようになります。電圧を測った後に電流を測りたいとか、そういった場合に測り間違いがなくなるわけですね。このテスター自身を壊す可能性が低くなります。こちらのテスターの実売価格はだいたい5万円くらいです。ちなみにこのテスターのメーカー、日置電機ですが、長野県上田市のふるさと納税では22万8000円です。年収1200万円くらいある人はふるさと納税でこれ買ってみてもいいかもしれません。ふるさと納税のリンクも概要欄に載っけておきます。テスター関連ですとガチのプロ向けのデジタルマルチメーターも一緒に購入しました。読み方合っているかは分かりませんが、キースリーというところです。ケースレーとも呼んだりしますね。オシロスコープで有名なテクトロニクスのグループ会社っぽいです。前に買った時は14万円くらいでしたが、現在は25万円程度します。約10万円の値上げです。半導体不足とかインフレとか円安、人件費上昇とかいろいろ効いてきています。だいぶ購入しにくい価格にはなってきていると実感しています。ですが先日見つけた日本電機のキャンペーンで19万円程度で購入できることが分かりましたので、思い切って購入してみました。今後20万円以下で DMM6500 を購入できる機会があるかは分かりません。今回1台購入しましたので、これまでで3台買ったことになります。測定するためのケーブル類もいくつか購入しました。まず1つ目がデジタルマルチメーターとか LCR メーターとかに使えるケルビンクリップです。これがあると低抵抗の測定が簡単にできるようになります。ただこの製品、ケルビンクリップの先端部分のメッキはいいんですけど、この測定器に接続する部分の金メッキの品質が終わっています。終わっているのは金メッキの品質だけで、接続自体はしっかりとしています。もう一つは信号発生器からの信号をこういう風なテストクリップで接続するタイプのケーブルです。先端がワニ口になっていないものが欲しかったので購入。ブレッドボードから出ている先に接続するときにワニ口だけだと強力すぎて線が抜けてしまうことがあります。あとワニ口クリップだと挟み方によってはしっかりとホールドできないこともあります。このタイプのクリップだとかなりしっかりとホールドしてくれます。これあるとかなり便利なので買ってよかったです。次に購入したのがこのハンダゴテを置く台です。いろいろ人が増えたりしてハンダゴテを使う機会が増えたので、改めてこのコテ台を購入しました。これセラミックヒーター専用の台になっているので、ニクロム線を使ったちょっと先端の太いやつは入らないので注意必要です。このコテ台のポイントは小手先クリーナーでスポンジと金たわし両方置けることです。スポンジは真ん中に穴が開いているので、この真ん中にハンダカスを落とせるんですね。なかなかいいです。一応このコテを置くところの角度調整もできるみたいですけども、初期設定で十分かなというところですね。あとはこの奥の部分にもポケットがあるので、その部分に小手先から出たハンダカスが落ちるようになっています。あとコテ台自体に重量感があるので結構安定しています。価格についても2500円程度なので、セラミックヒーターのコテを持っている人はこのコテ台購入してもいいかもしれません。結構おすすめです。次に購入したのは仕事用の携帯電話です。カメラや CPU の性能は気にせずに適当に安いものを購入しました。適当に買ったといっても、ある程度のものは買っています。こちらが OPPO の Reno 7A ですね。従業員がこれと同じスマートフォンを使っていて、使用には全く問題ないということでしたので、こちら購入しました。こちらデュアル SIM と eSIM が対応しています。単品で買ったらなぜか一緒にケースもついてきて無駄な買い物をしてしまいました。ちなみにワイヤレス充電には対応していません。なので裏面にワイヤレス充電のアダプターをつけて無理やりワイヤレス充電に対応するようにしました。ここら辺の一式についても概要欄の方にまとめています。次は無線と実験という雑誌をまとめ買いしました。最新のものではなくて80年代のバックナンバーをコンプリートです。無線と実験とありますが、中身はオーディオアンプ系の雑誌になっています。昔は無線と実験ちゃんとやっていたらしいです。なぜ買ったかというと、突然アナログ系のアンプの勉強をやってみたくなったので買ってみました。今後はいろいろ真似しながら作っていこうかと思います。
次に購入したのがノートパソコンの覗き見防止フィルムです。これは正直買わなくてもよかったかなっていう感じのものですね。新幹線なのでたまに作業することがあるので買ってみたのですが、多分隣の席に座って見えるか見えないかぐらいのギリギリのところです。製品によってはもうちょっと視野角の狭くなるものもあるかと思います。価格は3000円くらいで思ったよりも高かったです。正直買わなくてもよかったかなくらいのレベルの製品ですね。セキュリティを重視している雰囲気を出している企業にはこういうの人気なのかもしれません。次はカメラの三脚を買いました。ザハトラーのシステム AS-LMS-CF というやつです。以前は Amazon で購入した安い三脚を使っていましたが、それの安定性があまり良くありませんでした。ですので今回思い切って予算を少し多めに出して良さそうな三脚を購入してみました。三脚メーカーいろいろありましたが、ドイツの会社ということでザハトラーを購入しています。三脚って意外と高くて、これ12万円していますが、これでも安い方です。高いものだと数十万円から100万円程度のものまであります。今回購入した三脚ですが、剛性がかなりあってしっかりとしています。上に乗っている部分もバネとダンパーの調整ができるので、パンチルトの動きがかなりスムーズです。ちなみに素材はカーボンでできているので見た目よりかは軽いです。以前アップロードした展示会での電解コンデンサーの分解賞ですが、その時の手元カメラの三脚として使いました。三脚で12万円って高いって思うかもしれないんですけども、買ってよかった商品です。次に購入したのはモニターアームです。従業員の希望もあって Amazon Basic のモニターアームを購入しました。全員分です。確かに首と目の疲労が軽減されました。あとモニターアームの下に文房具とかの小物を置けるようになるので、デスクスペースが 30% くらい広くなります。モニターアームの調整は問題なくできます。これはですね、かなり買ってよかった商品ですね。机の上でマイコンとかのデバッグをするときにスペースが広く取れるので、組み込み系の会社とかは買った方がいいかと思います。デスクが広くなるのと体への疲労が少なくなるので、もっと早く買うべき商品でした。これは買ってよかったランキングのかなり上位に入ります。次に買ったのはトラスコの台車です。ちょっと会社感が出てきました。台車ですね。重いものを運ぶのに使います。最近ですね、出張とかで外に撮影機材であったり他の機材を持ち出すことが増えてきました。そういった場面であると非常に便利ですね。台車自体なくてもなんとかなります。ですが台車がないと結構肉体労働的な感じになってしまいます。この台車鉄でできているので結構重いです。ですのでもし一般家庭で台車を使う場合は同じくトラスコから出ている樹脂台車の小回りくんが良いかと思います。軽いですしハンドル部分が台車に埋め込まれるようになって収納できるので収納スペース取りません。一応必要な人もいるかもしれないので概要欄にリンク貼っておきます。次はスイッチボットの鍵とキーパッドです。指紋認証付きのやつです。事務所の出入り口で鍵を使うと紛失の可能性があります。これはセキュリティ上の理由でも良くないですし、あとは退去するときに鍵の費用を請求される可能性もあります。ですのでこのスイッチボットをつけて指の指紋を鍵の代わりにしています。指紋が鍵の代わりになるので当然ですがタッチすればここ開きます。指紋認証の精度はまちまちですね。だいたい10回に1、2回は失敗するかなといったところです。そこがですね、若干のイラつきポイントになります。ちなみに暗証番号や NFC カードはセキュリティ上の理由で通らないようにしています。鍵をなくした時と同じになるからですね。従業員が数人程度の小規模な事務所ではこちらのスイッチボットかなりいいかと思います。数十人とかになってくるともっとちゃんとしたシステムを入れた方が良さそうですね。小規模事務所の方にはこれ非常におすすめです。ちなみにスイッチボット標準の金具だとこの鍵の形にちょうどうまいことフィットしなかったので 3D プリンターでジグを作りました。これ従業員の人に作ってもらいました。スイッチボットの鍵とキーパッドかなり便利なので買ってよかったランキングの上位に入ります。次に購入したのはこちらのシュレッダーになります。ヒューレットパッカード製です。パソコンとプリンター以外も作ってるんですね。HP は。外に出したらまずい書類を破壊するために導入しました。処理性能はなかなかいいかと思います。マイクロカット仕様なのでそこそこ細かくはカットしてくれます。とはいえものすごく頑張れば復元できそうなレベルです。音は標準的なうるささ、ずっと連続して使うわけではないので気にはなりません。枚数は紙12枚まではいけるようですが試したことはないです。個人事業や会社やるならシュレッダーは必須かと思います。クレジットカードは破壊 OK、CD は OK とは書いていないけど試したらいけました。ですが刃の寿命は多分短くなります。
次はこちら、会社で使うための大きめの時計を導入しました。みんなが見えるところに置くやつです。こちら電波時計、しかもチャイム付きなので、始業時間、休憩開始時間、休憩終了時間と、あとは就業時間にチャイムを鳴らすように設定しています。しっかりと時刻通りにチャイムが鳴るので、仕事のメリハリというのがつくようになりました。こういった仕事の面からも導入してよかったなと思います。小規模な事務所にはこちらかなりおすすめです。しかもこれかなり大きめの時計なので、部屋のどこにいてもこの文字盤がよく見えます。あとは時間を忘れて撮影しているとたまにチャイムの音に妨害されることがあります。これすでに経験済みです。安物の時計だと秒針が動く時にカチカチ音が鳴りますが、これ鳴らないです。ほら、無音ですよね。次購入したのはペーパータオルです。なんでペーパータオルって思うかもしれないんですけど、これ複数人と働くと結構重要だなっていうのが分かります。というのも一人でやってた時は適当に布製のタオル使えばいいんですけど、複数人で一緒の職場で仕事をしていると、そういった布製のタオル使うと結構不潔になってくるんですね。そういったところをこの布製のタオルに置き換えました。ミニキッチンがあるんですけど、そこで手を拭くのもこちら、そしてトイレで手を拭く紙も全てこのペーパータオルに統一しています。次に買ったのがこちらのミニ電動ドライバーです。こういう風にここにボタンがついていて先端が回ります。これかなりいいです。買うのをおすすめします。このミニドライバー購入するまでは普通の手動のやつか、それかマキタのでかい電動ドライバー使っていたんですが、これがですね結構重くて大変取り扱いが難しいんですね。トルクが強すぎてネジ穴がバカになることもたびたびありました。これドリルビットを回る速度がちょうどいいんですね。これを使ってネジを緩めるとき、何も電動を使わないで手だけで緩めることもできますし、このボタンを押せばこういう風に緩めることもできます。今度締めるときですね、こういう風に最後までこういう風に電動で締めてもいいですし、ある程度のところまで締めたらあとは手でトルクを管理する、そんなやり方もできます。こんな感じでトルクをかけてもこの電動部分は回らないようにはなっています。このタイプの電動ドライバー、なんでもっと早く買わなかったんだろうって後悔してます。それくらいおすすめできます。ちなみに購入したのはアイリス大山製です。他にもパナソニックとかそこら辺も出していますね。Amazon で売っているようなよくわからないメーカーの中華製品もありましたが、バッテリーが燃えた時に多分知らん顔をされる可能性があります。もちろん PL 保険とか入っているかと思いますが、そういった可能性を考慮して今回は国内メーカーのものを選びました。これ電動なので充電しますが、充電の口は USB-C です。これもおすすめポイントです。たまにマイクロのものとかありますが、そういうのはやめた方がいいですね。すぐに口がねじもげます。これかなりおすすめできます。次に購入したのがこちらのミスミの軽量ラックです。だいぶ会社らしい買い物になっています。見ての通り機材がかなり増えてきたので、それらを置くために使っています。価格は28,000円。よくあるスチールラックだと棚の部分が網目になっていて、物が下に抜け落ちてしまったり、あとはこういった入れる時に引っかかります。なので棚の部分がフラットな軽量ラックを選びました。大きさはこれくらいがちょうどいいです。この棚をいくつか並べて使っています。今ここにラックは2つ並んでいますが、隣のラックと連結できるものもあります。ですがそれを使ってしまうと移動がしにくくなりますし、1つだけで自立ができなくなってしまいます。デメリットは大きいです。なのでこういった1つだけで自立するタイプを選びました。耐荷重は1段 150kg なので、このように計測器類をたくさん置いても大丈夫です。それに最近の電子計測器は結構軽いですからね。地震が来た時に高価な計測器類がラックから落ちることを考えて、こういった落下防止用のベルトも購入しました。高額な計測器類、落ちた時のダメージを軽減するために段のなるべく下の方に置いて、かつこういったベルトを併用しています。そして最後、これは買ったものではないんですけども、従業員です。ここ最近従業員と一緒に働き始めたのですが、やれることの幅であったりスピード感がかなり上がりました。今までは撮影、編集、営業、動画の企画とかそういったものを結構一人でやることが多かったんですが、今はかなり分担してその作業ができています。YouTuber は一人でもできますが、2、3人くらいの少人数のチームでやった方が割といいんじゃないかなとは個人的には思っています。今回の動画のように物をバンバン買うというのもいいんですけども、人にお金を使うというのも非常に重要だなというのがここ最近の学びです。
というわけでここ最近買ったものの紹介でした。こういった動画はあまり撮影しないのですが、好評だったらまた半年後くらいに撮影してみたいと思います。購入したものは全て概要欄にまとめています。興味ある人はそちらからどうぞ。最後にもう一回アルティウムの宣伝です。部品もアルティウム上でデジキー、マーザーなどの在庫をリアルタイムで表示できるので、実際に部品を買うときにこの部品がなかったみたいなことも予防できます。アルティウムを使っていない人にも朗報があって、部品検索のオクトパートを使うと簡単に部品検索できます。部品検索ってめんどくさいんですよね。部品のシンボルであったり部品のフットプリント、これ作るの超めんどくさいんですが、そういったものも一発でダウンロードできます。これは使った方がいいです。最後に一見の公式グッズを Amazon で販売始めました。一見の公式 LINE を登録してもらえると、新商品の告知であったりクーポンの配布であったり、そういったものをいち早くお届けできますので、登録してもらえると嬉しいです。実はこの T シャツも Amazon で販売するときに LINE の登録者の方だけに告知しました。LINE の人だけで売れてしまったので、ちょっと今は購入できないんですが、すぐに補充します。登録しないデメリットの方が大きいかと思います。概要欄、コメント欄にリンク貼っておきます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。